皆さんこんにちは。土着園芸の鈴木です。はい、今日はね、またこちら直売店、土着園芸の直売店に来ているんですが、今日何させていただくかと言いますと、このね、直売店に来るとですね、こういう風に水生植物がずらららーっと並んでるんですけど、これってね、水槽なんですよ。で、水槽のこの水生植物販売してるところのね、隙間になんとね、藻であったりとか、浮き草をね食べてくれる金魚さんがねいつも働いてくれてるんですよね。こんな感じで、ほら結構いるでしょ。こんな感じでね、すっごい狭いところでねちょっと申し訳ないなとは思うんですけど、意外と器用にこんな狭いところでもう自由に行き来して、もうね綺麗に食べてくれてるんで、もうこれね金魚さんがいないとあっという間に浮き草だらけになったりとか藻だらけになってしまうっていうことで、もう年中無休で餌なしで働いてくれてるんですけど、なんかねすごい環境がいいのかあっという間に大きくなるんですよ。で広いせいかね自然繁殖してるんですよね。でね、お客さんがねみんな向こうからねいらっしゃるんですよ。こうね入ってきて、で「あー金魚ちゃんだ!」とか言ってねすごい喜んでいただける姿をよく見かけするんで、金魚ってやっぱりね人気なんだなと思って、是非ね金魚ビオトープを作ってみたいって前からも思ってたんですよね。だから今までの動画でも何回かねお話しさせてもらってたと思うんですけど、だからねここにいるこの、金魚のねちょっとちっちゃいのがいるんですよね。生まれたばっかりの。この辺をね何匹か捕まえて、金魚ビオトープを作っていきたいと今日は思っております。でこれ結構超大作になるかもしれないんで、何回かに分けて配信させてもらうかもしれません。それではこちらです。まずね容器選びなんですけど、今回は、これにしようと思ってます。このね60センチのプラ舟、このサイズにしようと思ってます。本当はねもっと大きい方がいいとは思うんですけど、あんまりちょっと置くスペースのこともありますので、これぐらいにとどめておこうかなと思ってて、金魚ってねメダカに比べるとだいぶ体長だけでもこんなちっちゃなね本当に小さな金魚すくいですくうような金魚でもだいたいこうね普通のメダカのね体長のだいたい3、4倍はありますよね。体積に至っては10倍ぐらいあるんじゃないですかね。だからですね普通のメダカよりも酸素が必要ですよね。普通に考えたら。だからあんまりたくさんの引き数入れられないかなと思ってまして、だいたいこの容器で怖いのでね、あんまり金魚を育てたことがないんでビオトープの中で。だからここで3匹ぐらいをねちょっと試験的に入れてみようかなと思ってます。でこのプラ舟にしたのは水量多い方がいいって言いつつ、ちょっと深さはないようにしてるのは浅い方がね酸素がね供給行きやすいんでね、全体的にそういう意味合いででもあんまり関係ないかな溶け込む量は深かろうと浅かろうと関係ないですもんね。水量が多い方が水質が安定しやすいので、もうちょっと深い方が良かったのかもしれないですけど、とにかく今回はこの容器で始めようかなと思っております。んで、もう今回ね日本の水草だけでいこうかなと思ってますね。でねちょっとうっそうと茂ったようなビオトープにしたいなと思ってて、さっきちょっとね仮に流木を選んできたんですよ。こんな感じでね、ちょっと手前に流木入れて、でちょっとねこんな大きいのも、うわー高そうですねこれこんなのがねちょっと斜めに入って、でさらにこういうのも入れてね、こんな感じでどうですか。これをもうちょっとこの辺にしようかな。こんな風にしてちょっとこれ斜めの方がいいかな。こんな風にあちこちからですね水生植物もでここにね例の活着くん貼って苔を貼り付けたいなと思って、この辺の流木になんかよくあるじゃないですか、水面下から突き出た流木の根元の方が苔むしてるみたいな、あんなのねかっこよくていいじゃないですか。ああいうのをこの辺でね表現できたらなと思ってるんで、今回ね活着くんも使いますね。活着くん貼って、そこに苔貼って、でこの辺のくぼみとかにシダなんかもいいんじゃないですか。シダとかね、シダ生えて、この辺とかにも勝手に生えてるシダがありますね。ああいうのも使っちゃいますかね。でここの底の部分は田んぼの土いきましょう。
田んぼの土でいろんなねものが湧いたらね、金魚のお腹も満たされるんじゃないかなと思ってね。はい、まあそんな感じで、作っていきたいと思います。はい、植物等ね準備が整いましたので、ようやく私の中ではようやくなんですけど、植え付けていきたいと思います。今回選びました植物がまずは、菊も。はい、最近よく使ってますね。日本の水生植物ですね。菊も可愛らしいですね。もこもこと。水中でも水上でもいけます。でこれが後骨ね。後骨はでかくなりますよ、結構。でね、地下茎で結構繁殖力もありまして、至る所から出没してきてね、今年なんか別のビオトープで結構日陰を作ってくれてましたね。はい。でこれが松葉。はい、松葉はですね、水中の絨毯みたいな感じで横に広がっていくタイプですね。あまり丈が大きくならないです。これぐらい、水上でも水中でもいけますね。これちょっとこの辺のところにも植えてもいいかもしれないですね。でこれも鈴木がね日本ビオトープでよく使わせてもらっているアゼムシロ。はい、こんなやつも入れていこうと思ってます。ここに入れたらまた出さなきゃいけないからね。でこれが線形の水草でヒメホタルイですね。この辺もちょこちょこと出てきたらなんか雰囲気出るかなと思って、はい、選びました。んで、あとは姫関所。関所をよく使うんですけど、ちょっと今回はあまり大きくない姫関所を使ってみようかなと思ってます。はい。で、これが大きめの葉っぱで、なんだっけ、半夏生。はい。これもね、毒ダミの仲間なので結構繁殖力旺盛ですね。どれもね、繁殖力がすごいある水草ばっかりで、どうね、ビオトープが崩れていくかあんまりね繁殖力が旺盛すぎると崩れちゃうんでね、結構こまめにメンテナンスすれば OK かなって感じなんですけど、この小さなね、ビオトープの中にこんだけの種類入れると大抵くちゃくちゃになるんですけど、それをメンテナンスでなんとかカバーするっていうところがねポイントかもしれないですね。であとはこれクワイね。はい、クワイは日本の水生植物なのかどうかってちょっと怪しいところですけど、元はね、日本の、水生植物の仲間ですからね。はい、これも、はい、ちょっと株起こしたやつなのでもうできてますね、クワイが。はい、はい、であともう一つがね、これがその辺に生えてた、シダ。ちょっとまだ名前もわからない、名もないシダ。はい、これちゃんと育つようだったら名前をこうね調べて、これ何々シダですとかっていう風にしましょうかね。この辺にちょっと生えてるといいんじゃないですかね。いい感じじゃないですか。はい、これも活着くんをもとにね、活着するかどうかやっていきましょう。はい、ということで今日もなんか結構大変そうだな。よし、じゃあ行きますか。あとまだこれもあった。はい、苔ね。苔はね、今回これも何が活着するか分かんないからね、いろいろ持ってきました。すごい水が大好きなね鳳凰苔。これは本当の水際とかね水しぶきがかかってるようなところでないと育たないというね希少な苔ですね。鳳凰苔ね。はい、これとこれ綺麗なね苔、カモジゴケ。はい、こんなのがこうね生えてたらいい感じじゃないですか。活着くんがねどこまで活着してくれるかちょっと楽しみだな。でもこれも湿度が高くないとね育たないんで、活着くんの水分補給でなんとかなるのか、それとも空気中の水分がないとやっぱりダメなのかがちょっと問題ですね。でこれはね結構無難に育ってくれるであろう太粒尾苔。はい、これは割とね水気少なめでもいけますし、水気多いところでも水中でも育ちますね。はい、さっきの鳳凰苔も全然水中で育ちますけどね。はい、この辺のね苔も貼り付けていきの
水生植物だらけにしていきたいなと思っております。はい、ということでですね、今日はですね、容器選びとあと植物選びですね、そこまででね結構いい時間になっちゃったんで、これで一旦終了させてもらいたいなと思ってますが、一番の要因は編集が進んでないっていうことですごめんなさい編集がねなかなか進んでないんで、ちょっとまた次の動画まで、待っていただきたいと思います。ぜひですね、次の金魚ビオトープの続きを見たい方はですね、チャンネルを登録していただいて逃さず見ていただくようによろしくお願いいたします。それでは皆さん、さよなら。